はい、またよろしくどうぞお願いします。ご質問があってですね、お母さん、それでね、自分が何喋ったかもう全部忘れちゃうんで、喋ってるの聞いてみたけど、喋りすぎてますね。私たちはね、お母さんから生まれてお母さんに育てられるんですよね。これ、いつでも申し上げてるんだけれども、ですから、そのお母さんが、お母さんが自分をどう思うか、思ってるか、あるいは自分がお母さんをどう思ってるかということのせめぎ合いになるんでしょうかね。で、お母さんっていうのは子供を産み育てて、たった一人のお母さんね、の知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからの体験を作る働きの役目をやっていただくわけですね、お母さんっていうのは。それで子供を産み育てていく、という知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからの体験を作る働きのうちの慈しみという部分を請け負ってるわけですね。で、私たちは例えばそのお母さんがうまく、世の中のお母さんみんなそうですけどね、うまく子育てができないという状況があり得るわけですね。そういった時に子供の方がお母さんを嫌いになる。これもあり得るどこじゃなくて世の中それでできてるという感じがしますね。私が長年治療、皆さんの健康相談に乗っててはっきり分かってるのは、精神病の患者さん、これもね、そう言うときついですよね。人生がどうも人間関係うまくいかない人っていうのはお母さんが大嫌いなんですね。ですからいわゆる病気になってしまうとお母さんを見たくない、だから部屋にこもってしまう、お母さんの作ったものを食べたくない、だからお母さんの食べないでよそのものを食べに行くというようなことがよくあるわけですね。で、お母さん学校行け学校行けって言うと学校行きたくなくなる、お母さんの言うことを聞きたくないからというようなことの、増幅されたものですね。ですからお母さんを大好きになってしまったら、お母さんを本当に嬉しいと感じるようになったら全部解決するんですね。私がね、今も回し替えて聞いてたんですけどね、自分の話を。お母さんの話になるとね、止まんないね。で、要点を言うとこうだよね。そのお母さんを、今のお母さんを選んでお母さんになってもらっていると、こういう感じなんですね。で、そのお母さんが自分が大嫌いであるということをわざわざ自分の魂が選択しているということでしょうかね。でそれでもこの私が提案するのは、お母さんというのは私たちを産み育てて慈しみという体験をしてるわけですね。ですから素晴らしいお母さんなんですよ。ただ自分が例えばお母さん大嫌いだとすると、お母さんも私たちを大嫌いという関係を生んでるだけですね。でまたこの話するとなかなか拉致が開かないのでね、対応をどうするかというんですけど、お母さんを今嫌だと感じているお母さんを目的にして自分が祝福あるいは喜びを感じればいいんですね。祝福、感謝、感動って私は三拍子で何度も言ってると思うんですね。祝福、感謝、感動すればいいんですよ。そういった時にまた皆さんがおっしゃるのは祝福できませんっていう、私でもこれも何度もお答えしてますね。嫌な人祝福なんかとってもできないんですね。ただその人を目的にして祝福というのはどんな感じかなと感じればいい。もういつもやってごらんに入れるんですね。ですから私が例えば皆さんを例えば肩こりにしますかね、
しょっちゅう肩こりあるいは手のねで私直してるんだけど、肩こりがあったらもう嫌な感じがしますね、ここ凝ってますねってこういうわけですよ。でこの目的をはっきりさせたら、要するにこの肩の右肩なら右肩と目的をはっきりさせたらもうそのことどうでもいいんだね。で私たちを育ててくれている宇宙の慈しみという働きを感じればいい。それを慈しみという働きはもう素晴らしいなと感じればいいかな。それが祝福。祝福っていうのは私たちのね産み育てて素晴らしい体験をさせてくれるという働きですよね。ですからその働きを自分が感じればいい。そうすると祝福がお母さんのところへ行くのでそのお母さんは変わってくるんですね。それをこれはしょうがない待つ、あるいは繰り返してやるということになるんでしょうね。実際に治療の場合は私は皆さんの肩こりとか腰痛とか即座に取ってみせますけどね、これを別に私が何とかして取ろうとしてるんじゃない。お母さんが私を通して今働いてます。お母さん嬉しいね、ありがとうというだけなんですよ。ですからこれまた何度も申し上げるんだけど、全然お会いしたことない方でも電話でも肩こりぐらいだったらすぐ取れる。私はお会いしたことないからまたお名前も知らなくてそれでいいんですよ。この人の右肩のこりとこう言えばいいだけかな。目的はっきりさせるっていうのは。そしてお母さんが私を通して今お母さんの祝福を私が感じればいい。どんな感じかな。祝福って今もやってるんです。祝福ってどんな感じかな。感じればいい。これね、いつもこれまた申し上げてるんだけど、皆さん例えば肩こりやらちょっとしたなんか不都合な点があったらね、私が今即座に治せますよ。福田先生が祝福してくれてる、祝福を感じてくれてるとこう感じればいいだけかな。やってみて。私今祝福やりましたよね。私の祝福っていうのは永遠に続きますのでね、今福田先生の祝福を感じればいい。治ったでしょ。取れたと思うよ。これのことを言ってるんだね。嫌なお母さんがいたらそれを目的にしてその嫌なお母さんを何とかなんかしないんですよ。祝福を感じるの。これよくやってみせるんだけど、こういったお話してる時にね、お茶を飲んでるんですね。こうやって皆さんとこういうお話してる。それでお茶こうやって飲んでね、まあ美味しい。なんて美味しいお茶なんだろう。で治るんですよ。